はい、こんにちは、梅野です。本日は桜のお花を撮っていきましょう。はい、では1枚目ここから撮っていきましょう。ここに桜のお花があって、で下に菜の花がありますので、カメラをこう下から構えて上を見上げるような感じで菜の花にピントを合わせて背景は桜にしていきます。で今回フィルターにブラックミストフィルターっていう明るいハイライトをこう拡散させるフィルターを使ってますので、背景の太陽も入れつつ撮っていきましょう。はい、ではカメラを設定していきます。ここは菜の花にピントを合わせて背景はちょっとぼかした感じで撮っていきたいので F 値は4に設定して撮っていきます。逆光を向けて撮るのでシャッタースピード2000分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイ0のハイライト重点速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は菜の花の一番上の花びらの部分にピントを合わせて撮っています。まずは F 値4に設定したことで菜の花のところはピントがあって、で菜の花の背景と菜の花の下の方、そこはボケてますので手前からボケてちょうど中間のあたりにピントがあってまた背景がボケてますので圧迫された画面ではあるんですけれども立体感を表現できたんじゃないかなと思います。で背景の太陽を入れてでブラックミストフィルターでちょっと光がこう柔らかくなってくれてますので菜の花の生命力というか生き生きしい感じを表現できたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。これ目の前に、またちょっと細いですけど結構こう左右に開いて立派な桜の木がありますのでここ撮っていきます。でここも下がですねシャドウになっててで上の部分に逆光の光が当たってますのでもうここだけで明暗さを表現しつつ、撮れるかなと思ったのとでこの手前に斜めに生えている桜があるんですけどもこれの間から後ろのメインの桜を撮ってあげることで画面の四隅に手前の桜をフレームみたいに使いつつ奥の桜を撮ると綺麗かなと思ったので、こういう感じで撮っていこうと思います。はい、カメラ設定していきます。手前の桜の部分は前ボケとして使っていきたいので F 値4に設定しました。でシャッタースピード1600分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。でここは露出はプラマイ0に設定して桜の部分の、光が当たっている部分そこが白飛びしないようにするのとシャドウの部分をもっと暗くするためにハイライト重点速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は、画面のもうど真ん中の桜の、幹の部分にピントを合わせて撮っています。F 値4に設定したことで手前のとこにあった、桜の部分はちょっと前ボケになりまして背景のメインの桜はしっかりピントが合ってるかと思います。で後ろの桜だけでも、綺麗かなと思うんですけども画面の四隅に光が当たっている鮮やかな桜の前ボケを入れてあげることでより後ろのシックな感じが際立ったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここから撮っていきます。手前に菜の花がありましてで背景に桜があるんですけどもカメラをぐっと下から構えてこんな感じで逆光で太陽が入る感じで撮っていきたいと思います。で隙間でいうと真ん中の部分がちょっと隙間が空いてますので3分割のグリッドでいうと横と下と左横のラインのところに菜の花とか桜とか入れてで真ん中の部分はちょっと空間を空けてで上の方に太陽を配置するような感じで撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。手前の菜の花とかは、ボケて使っていきたいので F 値は4に設定して撮っていきます。シャッタースピードは500分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。
でここは露出プラマイゼロのハイライト重点速攻、違うわ、マルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は画面上の方の桜の花びらにピント合わせて撮っています。F 値4に設定して奥の桜にピント合わせて撮りましたので、手前の菜の花とか、その周辺はボケて中央に向かってピントが合っていくような感じの写真が撮れたかと思います。逆光で撮りましたので、花びらは光につけて綺麗な色が出ているのと、ブラックミストフィルター使ってますので、ハイライトの強い光の部分が拡散されて全体的に優しい雰囲気になりましたので、菜の花の黄色と桜のピンクと青空の青が入りまして、春っぽい写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここから撮っていきます。この真上に桜があるんですけど、昨日雨が降ったのでまだ桜の花びらに水滴がいっぱいついて綺麗なので、そこを撮っていきたいと思います。でこの辺にピントを合わせて撮っていきます。でこれを画面の右上のところに配置して、今逆光で花びらがつけて綺麗なので、これをメインに撮っていきます。でこの辺でピカピカしている桜は、F 値絞るのであんまり玉ぼけにならないと思うんですけど、一応アクセントとして入れて撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。密集している桜の部分はちょっと F 値開放気味で撮ると一部しかピントが合わないので、ここは F8 まで絞って撮っていきます。でシャッタースピードが、200分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は、画面右側の上の部分の桜にピントを合わせて撮っています。F 値8まで絞って撮りましたので、一応この密集してるんですけど多少前後している桜のお花に、ピントがあったんじゃないかなと思います。で玉ぼけはあんまりできないかなと思ったんですけども、一応 F8 でも後ろの方に玉ぼけができて、綺麗な演出になったんじゃないかなと思います。で桜と、背景の青空がちょっと入って、華やかな写真になったかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。結構変わった感じに伸びている桜の木がありましたので、ここ撮っていきたいと思います。で結構下から伸びて、まっすぐに見えると思うんですけど、動画やと結構奥に倒れていってギュッと右に曲がってますので、これを根元の方からカメラを構えて、これをなんていうかな、誘導線リーディングラインとして使って、手前の方はボケつつ、で最後この辺のところでピントが合うような写真にしていきたいと思います。背景に建物があるので微妙かなとも思ったんですけど、白い建物があってくれることでこの黒い幹がはっきりと分かりやすいですので、手前のこの黒い幹の部分が続いて、最後青空のところにある桜にピントを合わせて撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは手前の、根元の部分の幹とかはボケさせて遠近感を作っていきたいので F 値4に設定しました。シャッタースピードは320分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロの、マルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は左上の方の桜にピントを合わせて撮っています。F 値4に設定したことで、一番手前の方の茎の部分、そこはボケて、そこからなだらかに奥に向かってピントが合っていくのと、この桜の木が奥側に倒れてて、途中から左にギュッと曲がってますので、これが誘導線とかリーディングラインとして使えて、奥行き感を表現した写真になったんじゃないかなと思います。レンズはですね、もうちょっと広角で撮った方がダイナミックな感じになったと思うんですけれども、
ちょっと僕のレンズ 24mm までしかないですので、桜の途中までしか出てないんですけれども、画面のちょうどちょっと上の方真ん中の部分で背景の山の斜めの感じが対角線みたいに入りましたので、画面の下の部分は地面の空間と上の方は空の空間と分けて撮ることもできたので良かったんじゃないかなと思います。はい、本日は桜のお花を撮りに来ておりました。ちょうど雨上がりのタイミングで来ることができましたので、桜の花びらに水滴とかがついていまして、玉ボケとか使って綺麗に撮れたんじゃないかなと思います。まだ桜咲き始めたばっかりですので、全国的にもこれから桜を楽しめると思いますので、ぜひ休日とかに撮りに行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the music take you away to a place where dreams will play. In the twilight's gentle glow, where emotions overflow. Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear.